通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、ポケモンカードの転売や問題からの話題になります。今回、アメリカの非常に大きな小売チェーンとして知られておりますターゲットが、このポケモンカードのボックスを販売前に開封するという動画が出回りまして、これが大変話題になっているんですね。これについては様々な議論がなされているようなんですが、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回ですね、アメリカでね、非常に大きな小売チェーンとして知られております、ターゲットがポケモンカードのボックスを、それが販売される前に開封してしまうという、こんな動画が出回りまして、これについて様々な議論が交わされているんですね。で、当然これは、現在アメリカでも大きな問題となっております、転売屋対策になっておりまして、日本の方もね、日本でのポケモンカードの転売というのは、何かしら聞いたことがあるんじゃないかなと思いますが、これがアメリカでも同様の問題になってるっていうのを知らない方もね、多いんじゃないかなと思います。本日はね、このあたり、詳しく見ていければなと思っております。ターゲットが、スキャーパーズ対策で未開封のポケモンカードボックスを開封し販売へということで、早速ですがこちらですね、スキャーパーズとあります。こちらが本日のキーワードになります。スキャルパー。劇場のチケットなどを通常価格で購入し、入手困難になった時にはるかに高い価格で転売する人ということでね、こちらのスキャーパーというのは転売屋という意味になります。で、この語感ね、なんとなく聞いたことあるという方ね、いらっしゃったかもしれません。これはね、日本語でも、頭皮のことをスカルプって言うでしょ。スカルプケアとか言うじゃないですか。このことです。スキャープというのが頭皮という意味になっておりまして、つまり、このね、スキャープというのはちょっとね、恐ろしい話なんですが、この頭皮をね、剥ぐ人のことを指しているんですね。で、もともとはね、これをするための医療器具、これを指していた言葉のようなんですが、これが後にね、ペテン師とか詐欺師、このような別称として使われていくんですね。で、これが現在の転売屋として使われるようになった経緯というのは実はね、諸説ありまして、はっきりとしたことがね、分かっていません。直接的にね、この詐欺、イカサマというイメージから転売屋に使われるようになったと、このような説もありますし、あとこう害獣っているでしょ。害になる獣。頭皮を持っていくことによって報酬を得ていた制度。ここから来ているんじゃないかなって話もね、ありまして、あとはこう劇場、鉄道のチケットとかをね、転売するブローカーに使っている言葉だったとか、はっきりとね、ここまでの経緯というのは分かっていないんですが、この言葉自体はもともと、そのいろんな争いでね、頭皮を剥いで、それを戦利品にしたりしていたんですね。もともとはそれを指しているということになります。ということで、こちらは、ターゲットが転売屋対策で未開封のポケモンカードボックスを開封して販売へ。ターゲットがポケモンカードの転売屋との戦いを続ける中、店員がボックスを販売する前に外装のビニールを剥がしている様子が目撃されている。ポケモンカードゲームは登場から約30年が経つにもかかわらず、かつてないほどの人気を誇っており、新しいセットやパックが次々と発売されている。同時に新品のボックスを買い占めて利益を上乗せして売ろうとする転売屋たちの主要な標的にもなっている。その結果、多くの小売店が本物のコレクターだけに商品が行き渡るよう思い切った対策を講じている。ターゲットもその一つで、商品を店頭に並べる前に外装を開封するようになっている。ということでね、こちらでは何が起きているかと言いますと、今回ね、アメリカで非常にね、有名な大手の小売チェーンですね、ターゲットというのがありまして、これね、バイデン政権下ではもうね、目覚めに目覚めておりまして、しょっちゅう炎上していたんですけどね、今見る影もないですね。しっかりそんな話もなくなりました。スーパーお目覚め小売店として知られておりましたターゲットが、このポケモンカードの転売屋対策のために、このカードのボックスがあるんですね。で、これを未開封品として売れないように、発売前に開封してしまうと、こういうことをやっているというんですね。本当にカードまで開けちゃうわけじゃないですよ。周りのビニールね、あれを剥いじゃうんですよ。つまり、ここまでやらないといけないくらい、実はアメリカでもですね、このポケモン関連商品の転売というのが大変問題になっているんです。で、まずね、ちょっとね、日本の件から見ていきますが、こちらですね、これね、今年2月の件なんですが、ベトナム人の、とある株式会社の社長、ここね、映っておりますが、この人物が、架空のアカウントを大量に作ってね、抽選販売のポケモンカード、これを不正に取得したということで、逮捕されました。で、つい最近もね、X で、このベトナム人によるね、転売騒動話題になっておりましたが、これがね、今年2月。そしてこちらね、文春オンラインになりますが、これね、ちょっとこの記事全部は読みませんが、このね、ポケモンカードがマネーロンダリングとして使われてしまっていると。つまり、このポケモンカードというのを買いすることによって、これ高額で取引されてますから、マネロンに利用されてしまっているというんですね。そしてこちらこれもね、今年5月の話になりますが、こちら、ハレルヤさんっていうんですかね、大宮店さん、ポケモンカード専門店ということで、ここがね、転売屋対策として、ここにあります。ほら、この袋にね、
切れ目を入れて販売するということをやったんですね。つまりこれは未開封品としての価値というのを毀損するために、わざとここを切ってるということですね。本当に中身が欲しい人のための販売ということなんでしょう。そしてこちらね、中学生以下の限定販売5パックまで、LINE 会員限定販売2パックまでということで、厳しい制限を課し、これを販売しているわけですね。これに関しましては、こちらデクセルトでもね、記事になっておりまして、海外でも注目されていたわけですね。で、先ほども言いましたが、この転売ヤー問題というのはですね、日本だけの問題じゃなくって、これね、アメリカでも大問題になってるんですよ。こちらね、今年4月の出来事です。これね、ポケモンカードではありません。ポケモン関連商品ですね。ポケモンポップタルトが25年ぶりに復活。ターゲットで期間限定販売。ということで、こちらにね、なるんですが、ポケモンポップタルトというね、お菓子ですよ。ここにね、ありますが、こんな感じ。これがね、ポケモン30周年を祝うために、ターゲットで25年ぶりに復活したんですね。で、これだけだったらね、いい話じゃないですか。するとですよ、こうなってしまうんですね。ターゲットで大混乱の発売後、ポケモンポップタルトが定価の10倍で転売されるということで、こちらにね、ありますが、このお菓子ですら転売ヤーの餌食になってしまい、これね、このように出品されてしまうんですよ。で、もともとね、定価というのは2ドル89セントだったんですが、これがね、だいたい20ドルから25ドルで転売されてしまったと。このようにですね、ターゲット、商品を出すたびにですね、そこに転売ヤーたちが押し寄せまして大混乱になる。これを繰り返してきたわけですね。で、この混乱ぶりというのはね、日本にも引けを取りませんで、特にアメリカなんかだと武闘派でしょ。つい最近もね、こんな感じで、ちょっとね、これ YouTube 的にあれなんで、はっきりとはお見せしませんが、これね、ウォールマートでの出来事です。このポケモンカードをめぐってね、大乱闘が起きていると。で、こちらね、つい先日投稿されているんですが、ポケモンカードを手に入れるために必死に争う小さな男の子。ターゲットはいつものようにグラグラな。なぜ全国の全店舗で同じ販売ルールを徹底することがそんなに難しいのか。なぜ小さな子供たちが大人と争わなきゃいけないんだ。ということで、今ね、この動画ご覧になっていただいていると思いますが、これをね、撮影しているのが子供です。もうミクチャになってるんですよ。で、これね、動画見る限り、この商品ね、ポケモンだけではないようですが、で、ここにね、転売ヤーたちがこぞって訪れまして、商品をかき集めてると。そしてこちら極めつけですね、アメリカ司法省の公式サイトです。ニューヨークの店舗でポケモンカードを狙った武装強盗に関与した疑いで、クイーンズの男を訴追。ということで、ここではね、何が起きたかと言いますと、こちらにね、見えておりますが、今年の1月ですね、ニューヨークのポケモンカード販売店舗2店舗が、相次いで武装強盗の被害に遭ってしまったんですね。で、この時の被害総額が約10万ドル、約1500万円超だったと。で、もうこれね、やり口が本当に銀行強盗と同じで、だからもうこのポケモンカードっていうのがお金と同じなんですよね。つまり、下見役だとかね、逃走役。これらを用意して、武装してここに押し入ったと。で、現在ね、この判決というのはまだ出ていないんですが、最高で20年の禁錮刑が課される可能性があるそうです。ということで、アメリカの場合はね、この転売屋といっても血の気が多いので、場合によっては銃とか出てくるでしょ。シャレになんないんですね。そこで出てきたのがこちらだったんですよ。ターゲットのある店舗では、エリートトレーナーボックスの外装フィルムに切れ目を入れるだけではなく、フィルムを完全に剥がして販売するようになった。これはいい対策だと思いますか？みんなの近所のターゲットでも同じことをやってますか？とこのようにして、これね、ターゲット全店舗のルールというわけではないんですが、店舗によってはね、このボックスを未開封品として転売できないように、この外装をね、開けてしまうと、これがね、目撃されているんですよ。で、以前はね、こちらにありますが、この未開封のね、ポケモンの商品、ここのシュリンクに切れ目を入れていると。で、この時はね、これ転売を防ぐための本社からの命令だと、このように言われていたようですね。ちなみにね、こちらで報告されているんですが、ターゲットからね、オンラインで買っても、この切れ目入れられていたと報告されています。だからこの対策、店舗だけではないということで、徹底してますよね。従業員が未開封のボックスに切れ目を入れている様子が目撃されてからわずか数週間後、SNS で拡散されている新たな動画には、今度はエリートトレーナーボックスの外装フィルムを完全に剥がしている様子が映っている。これも商品を店頭に並べる前に行われていた。外装フィルムを剥がしても店舗での販売価格には影響しないが、未開封のままの商品と比べると転売市場での価値は大幅に下がる。そのため利益を出しにくくなることから転売屋が購入する可能性も低くなる。一応ね、これに関しては様々な議論があるということで、こちらですね。多くのファンが転売屋を防ぐ方法として、これを大勝利と評価する一方で、販売前に外装フィルムを剥がすことの問題点を指摘する声も上がっている。本物のコレクターの中にも、ボックスを未開封のまま保管したい人が多く、この方法では、そうした人たちが店で商品を購入できなくなってしまうという指摘がある。また、この対策が世界的に広がれば、逆に未開封ボックスの希少価値が高まり、価格がさらに高騰する可能性があるとの意見も出ている。ということで、この件ね、デクセルトがポストしています。
これに腹を立てているなら、多分君みたいな人がいるからこんな対策をしなきゃならないんだ。いいね。これでかなりの転売屋を抑え込むことができるだろう。もちろん商品を買って開封することはまだできる。でも、未開封商品の買い占めは価値が急速に高騰することもあって、転売屋のビジネスモデルの大きな部分を占めている。こいつらの商売の道を断ってやれ。いいアイデアを思いついたんだけど、単純に一人一個までにすればいいんじゃない？これがね、意外に簡単じゃないということなんですよね。やっと来たのか。これでエリートトレーナーボックスを手に入れられるといいな。ねえ、だからこれ本当にね、一般の方手に入らなかったってことですよね。ついに普通のお客さんにも公平に買えるチャンスを与えるために、店側がパッケージにまで手を加えなきゃいけないところまで来たんだな。転売って本当に他のみんなの楽しみを台無しにするよ。転売屋のせいでターゲットみたいな店がこんなことまでしなきゃいけないなんて馬鹿げてる。でも残念ながらそこまでやらざるを得ない状況になってしまったんだ。うちの近所のターゲットでもやっていることを確認しました。やってくれて本当に良かったです。これで娘やその友達も実際に買えるようになりました。ということでね、こちらね、引用にもあるんですが、もう多くの方がね、基本的には転売やクソくらいということで、このターゲットを称賛していると、こういった状況になっています。はい、ということで本日はですね、アメリカの大手小売チェーン、ターゲットがポケモンカードのボックスを販売前に開封することにより、転売や対策に乗り出したという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？こういった対策はね、日本でも広く取られているんじゃないかなと思いますが、今後ね、このターゲットを皮切りに、アメリカでもね、様々な店舗が、この転売や対策、乗り出していくのかもしれませんね。で、日本ではね、今年5月になりますが、こちらね、このポケモンカードゲーム、この購入にね、マイナンバーカードでの本人確認システムを導入しますと、このようにね、ポケモンセンターオンライン発表してるんですね。もうだからね、これただのおもちゃではなくって、金券、お金ですよね、もはや。なので今後ね、この転売や対策、ますます厳重になっていくんじゃないかなと思いますね。ちなみに2021年には世界にね、39枚しか存在しないというポケモンイラストレーターというカードが527万5000ドルで取引されたと。これね、当時のレートで約5億8000万円だったということで、宝くじですよね、もう。このイラストレーターはね、一般のカードとは違うんですが、それだけこのポケモンカードに価値が見出されているということですよ。で、このね、転売や対策といえばですよ。ほら、ドクター、ディズニーパーク好きでしょ。で、パークでね、新商品が出るたびに、すごいんですよ。転売屋が。こちらにもあるんですけどね。先ほどもね、ポストでありましたけど、人数に対しての購入制限を設けるでしょ。そうすると、これを突破するたびにですよ。ベビーカーを持ってきて、そこにフェイクの赤ちゃんを入れて、それで2人ですと言い張って2人分買っていくと、こんなことがやられていると言われているんですね。で、これもね、当時大きな議論になりましたが、もうね、ここまで来ちゃうと、もう何でもありじゃないですか。なりふり構わず、あらゆることやってくるので、これをね、対策する方もほんと大変だと思いますよ。だからね、今回ターゲット、そもそもこれ対策するというだけでも一手間かかるわけで、実際ね、作業してるわけじゃないですか。本当ね、この転売屋というのは、どうにかならないんですかね。ぜひね、これにつきましては、皆さんのご意見も聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。